ご視聴ありがとうございます。今回はあると便利なピックツール紹介したいと思います。ピックツールは様々ブランドから登場していますね。値段もまちまちでどれを選んで良いのか迷います。私の至った結論から言ってしまえば人それぞれ、環境や価格への考え方によって合う道具は変わってきます。どれ使ってもできるといえば元も子もないですが、大抵の場合それも間違いではなかったり、ただ各社の製品違いはやはり感じます。数は少ないですが、私が使ったことのあるものを特徴とともに紹介させていただきます。一つ目は PB のピックツール。グリップ付き、シャンクにもローレットの入った丁寧に仕上げられたピックツールです。特徴はその硬さと先端の仕上げ。硬さはそのまま、他社品と比べて明らかに硬いです。シャンク全体から感じるというよりは先端からその硬さを感じます。しなりにくく曲がりません。また先端はよく見ると尖っておらず、丸め処理がされてます。さらにシャンク全体はメッキがされており、対象を傷つけにくくなってます。耐久性は高いような低いような、がっしり硬い分人性はありませんので折れやすいと感じます。こんな感じに先端よく見ると折れてます。しかも突然折れるんです。曲がってくれることもありますが、前兆なく気づいたら先なくなってるって経験もありました。ですから破片が落ちたら困る場所では使いにくさはございます。壊れるまでの使用感は PB 好みなんですけどね。硬さも良いですし、メッキのおかげで表面はツルツル、ゴム系に引っかからないのも良い点に感じてます。オーリングを再利用しなきゃいけない際はこっちを使いたくなるっすね。折れさえしなければとても良いピック。強い力をかけない、無茶させないで使う場合は良い選択肢かもと思います。ただ道具に無茶させないというのはなかなか難しく、またグリップ分かさばりますので最近持って行ってはないですね。お家での軽めな作業に限定をして使ってます。2つ目はアルマン、ウルマン、どっちかな。ここではアルマンに統一をしますが、そこのピックツール。おそらくですけど、いろんな有名ブランドの OEM 元、ハンドルを変えたりして様々メーカーからアルマンピックが出てると言われています。ただ各社独自のテイストを加えることは多いので、全く同じものではないでしょう。先の PB とはキャラクターが異なり、先端は粘りのあるタイプです。適度な硬さというか柔らかさで折れる前にまず曲がります。またシャンクにメッキはなく、先端は丸められておりません。これのおかげで細い隙間に入れやすく、またつきたい場合には PB に比べてこちらが有利ですね。耐久性に関して強い印象はないです。隙間に突っ込んでこじったりするとすぐ曲がります。一度曲がると本当に柔らかくなりまして、最後は指で曲がるレベルに柔らかくなります。ただ折れにくいんですよね。なかなか先端はなくなりません。ですから破片を落とすことが少なく、異物を嫌う箇所で使いやすいです。欠点というかは入手性の良くなさと錆びること、あと最近は値段です。為替の影響からか以前の倍近くまでなりました。とはいえまだ値段と質のバランスが取れた製品だと感じてます。おすすめはしやすいアイテムですね。3つ目はシグネットのピックセット。特徴としては 250mm というちょっと長めな全長です。先の PB と比べてみますとこの長さ。それからコスパも高いです。8本セットで3000円ほど。スポンジグリップの柄にローレットの入ったシャンクという組み合わせ。この形、先ほど紹介したアルマンにそっくりなものがありまして、もしかしたらと思うのですが、どこが作っているのでしょうか。グリップとシャンクがネジ固定というのもアルマンと同じです。これ長すぎてピックが入らないところで分離して使えまして、結構便利。長いからといってパワープレイできるわけではありません。普通のピックと同じで繊細な使い方をしないと曲がります。奥まったところのものをついて回収したり、菜箸みたいに使うこともあるっすね。使いやすい形だと思います。感じたネガとしては、シャンクとグリップが緩みやすいことを挙げます。ネジ止めなので仕方ないところでしょう。
対策としてネジロックを入れるという話も聞きますが、ただそうしますと気軽にグリップと分離ができなくなり、狭い箇所で長さから使えない時に外して対応するというのができなくなりますので、ちょっと不便。どちらが良いかは環境によるでしょう。固定するためのナット一つ入れることも考えましたが、そこまでするのも面倒でやってません。それから悪い部分とは違うんすけど、こんな形たくさんはいらないかもというのは正直感じています。先曲がりのバリエーションよりもストレートが2本入っている方がありがたく、壊れる形ってやっぱり決まってくるんです。バラ売りとか入り組み違いの販売があれば良いなと感じました。シグネットのロングピック、まだ使い始めて短いですが、価格と使い勝手の良さからこれ主流に使っていこうか検討をしています。環境によっては長すぎるかもってのと、耐久性だけはまだ分かりませんが、おすすめをしたい製品ですね。4つ目は同じシグネットのピックツールセット。こちらは先ほどのロングとキャラクターは違っていまして、どちらかというと短い部類のピックです。特徴は値段の安さです。4本セットで1000円ちょっと。PB を1本買う値段でセットが揃ってしまいます。その仕上がりは値段なりといった感じ。グリップはそっけなく、ピックの先端は曲げ部分に深めの傷があったりと、処理はあまり良くありません。オーリングなど柔らかいものは引っかかって傷入れそうかもとちょっと心配になるっすね。先端は丸めてあるわけではないのですが、急に太くなったりして使いにくいものもあったりしまして、タイトに溝に止まったオーリングはうまく引っ張り出せないこともございます。耐久性は普通な感じ。安いから柔らかすぎるとかすぐ折れるとか、そんなことはありません。値段の安さを生かして行ってこいようとして、また初めてピックツールを試してみる方にもおすすめ。すごく良くはないですが、ピックツールとしての役割はそこそこ果たすアイテムです。アルトナイトじゃ大違い。ピックツールはなかなか便利な道具です。続いては SK113 のステンレスピックツール。名前の通り材質がステンレスというのが特徴です。シグネットほどではないですが、お求めやすい価格もいいっすね。作りは粗雑ってことはなく、案外細かいとこまでしっかりできてまして、グリップは奇抜なデザインとなってますが、持ちやすい、狭いところで引っ張りやすいです。エンジン内部の固定具を引き抜く目的で使っています。がっちり止まっている金具をこれで引っ掛けて引っこ抜いてます。何十回とこの作業をやっていますが、シャンク抜けもなく問題なく使えてます。ハテナ型しか使ったことがないので限定した評価となってしまいますが、錆を嫌う箇所には使いやすい製品です。最後に紹介しますのがシグネットの TPR ピック。樹脂っぽい雰囲気ですが、これゴム製で相手に傷を入れにくいのが特徴です。これはピックツールも良いんすけど、ミニプライバーとして売ってるこちらの形がとてもおすすめ。こびりついた汚れをこれで落としたりで使ってます。陶器相手でも気兼ねなく使える材質の柔らかさは素敵。また太めで大きなオーリングやシールにはこっち使った方が外しやすい場合もございます。耐久性は全然ありません。ちょっとミスると折れますし、ガンガン削れて短くなっていきます。そのため値段は安いのですが、コスパが良いのかは微妙いところ。お気に入りのピックツールをすでに持っている方にサブとして試してみていただきたいアイテムです。さて、様々ございますピックツール。私のおすすめはアルマン、それからシグネットのロングピック。加えて TPR の柔らかピックを持っていればピックツールで困ることは少ないでしょう。こだわり派の方には硬くて使用感の良い PB もおすすめ。皆様のおすすめピックツールは何でしょうか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。